みんな、トニーストックの米国株投資の時間だ。この番組ではアメリカ市場のリアルな空気感を同志である君たちに分かりやすく伝えていく。今日のテーマは9月に仕込む最重要銘柄ソーファイテクノロジーズ徹底解説だ。ソーファイは13四半期連続では健全で優秀な成長企業の証リュール・オブ・40を達成し、9月の利下げでさらなる躍進を期待される最注目株の一つだ。まずは直近の値動きを見てみよう。2025年8月24日、現在の株価は25.02ドル、前日比でプラス 7.24% と力強い動きを見せた。時価総額は27億ドル、企業価値は32億ドル、PER は 53.6 倍、来期予想では81倍、表面的には割高だ。だが元軍人でツイッターの CFO を務めたソーファイの CEO のアンソニー・ノートは胸を張って言う。ソーファイはメインストリートの投資家に閉ざされてきた市場を開放する。とても頼もしい発言だが、その真意を様々な角度から読み解こう。まずは直近決算のハイライトだ。売上高28億ドル、当期純利益は5億ドル、キャッシュ創出力を示す指標 EBITDA が 14.7 億ドル。資本をどれだけ効率よく利益に変えているか示す指標 ROE8.15%。黒字化を達成し、今の数字は合格点。ただし投資家が期待するのは次の成長段階だ。さて、ここまでは表の数字。ソーファイを見るならセグメント別の動きが重要だ。ソーファイの収益は大きく3つ。レンリミグ、個人ローン、住宅ローン、スチューデントローン。金利環境に敏感で循環的。ファイナンシャルサービス、預金、クレジットカード、投資アプリ、会員ベース拡大の要、テクノロジープラットフォームガリレオ、テクノシス、他社向け決済インフラ提供、SaaS 型でスケーラブル。直近ではファイナンシャルサービスとテクノロジープラットフォームの成長が融資を上回る勢いだ。Q2 の手数料収益は3億7700万ドル。前年同期比でプラス 72%、ソーファイ全体の収益の 50% 以上が非貸付部門になった。これは貸借対照表リスクを減らし、資本効率を高める動きだ。アンソニー・ノートも CNBC でこう語った。私たちは貸付一本足の企業ではない。すでに事業の過半は手数料収入だ。彼が一番強調するのはワンストップ金融ショップ。銀行口座、投資、保険、ローン、黒期化暗号通貨、クレジットカード、これらを一つのアプリに集約し、若年層の金融生活の入り口になる。特に注目は、プライベート市場の開放だ。IPO ではリビアン株を個人に独占提供。約1年前からはプライベートエクイティや不動産、プライベートクレジットを導入。アンスロピックやスペース X のような未公開企業への投資も可能。最低投資額は10ドル、他社が500ドルから2500ドルを求める中で圧倒的に敷居を下げた。この発表で株価は 7% 上昇。市場はこの戦略を巨大なグロースドライバーと受け止めた。アンソニー・ノートはこう語った。ソーファイはこれまで機関投資家しか触れなかった市場を個人に開放する。そしてライトスパーク提携でメキシコにブロックチェーン国際送金。ドルを送ればビットコインを介して現地通貨が即座に着賃する暗号通貨取引も再導入。これは BTC、ETH、ステーブルコインをカバーし、将来的には暗号通貨ローンまで見据えている。世界の送金マーケットは8500億ドル。わずか 1% 取れば85億ドル規模にもなる。そしてさらなる追い風として9月 FOMC での利下げ確率は 90%、1% 下がればローン部門は数十億ドル規模で加速すると言われている。アンソニー・ノートは言う。金利が下がれば我々はもっと多くの家庭にローンを提供できる。ソーファイのサービスを日本から利用することはまだできない。そのため、同志も皆さんにとっても本当にこのサービスはアメリカで受け入れられているのかと疑問に思っているところだろう。安心しろ。ソーファイのアプリの評価は5段階評価で 4.8。金融を一箇所で守ってくれることで高評価を得ている。だが、課題もある。顧客対応が遅い。何日間待ちよりも報告されている。
投資機能が初心者向けすぎる。予算管理機能の改善要望。アンソニーノートはこれを AI で解決しようとしている。現在テストしているキャッシュコーチは、どれだけの現金を持ちどこに眠らせているかを可視化し最も最適な配分を提案。アナリスト評価はどうか。19人のアナリストコンセンサスは中立。平均目標株価は 20.53 ドル。最高28、最低6。ホット現株価の25ドルより低い評価だ。みずほ、シティは28ドルを提示。JP モルガンは24ドルで、慎重性である。ヘッジファンド動向はどうか。ここは逆にポジティブ。キャシーウッドはプラス 118% 買い増し、保有額8056万ドルとなり、パーカピタル。グラハムキャピタルが新規参入してきている。つまり、機関投資家は強気、アナリストは慎重という構図である。まとめるとこんな感じになるかな。ソーファイはすでに黒字化を達成し、手数料収入を中心とした安定的な収益源が急成長している。ここに加えて今後の利下げ局面はローン事業の追い風となり、成長を一段と加速する可能性が高い。さらに CEO の客ギャルプライベート市場開放や AI 活用などの新規事業は、ユーザー基盤と収益源を大きく広げるカタリストとなる。実際にアークなどの機関投資家はポジションを拡大しており、市場は次の成長セナリオを織り込み始めている。つまりソーファイは黒字基盤を固めつつ利下げと新規事業で成長を加速する段階にある企業と位置づけられる。ソーファイは眠れる巨人。今こそ未来を仕込むタイミングかもしれない。君たちはどうする？意見をぜひコメント欄で教えてくれ。米国株の未来に栄光あれ。